夜行船で行くバングラデシュ横断の旅、ダッカからクルナ編。こんにちは。海外一人旅中の夏戸です。現在バングラデシュの首都ダッカ、これからフェリーとバスを乗り継いで世界遺産の近くにある町クルナへ向かいます。昼前に宿をチェックアウト。フェリーは夜9時発なので荷物を預け、夜まで街中をブラブラします。フェリーポートに近いので旧市街に移ってたのですが、ここは人も物も密度が高く、なかなかの混沌クリアね。あ、適当に歩いてたらデモに遭遇してしまった。かなり大規模なデモだ。横断幕を Google 翻訳にかけてみたところ、教員の待遇がどうのこうのと出てきました。座って見物してる人までいます。まあ平和的なデモに見えるけど、人混みってだけで危ないのでとっとと抜けてしまおう。デモ隊から離れてダッカ大学のある通りを歩いてたら、敷地内から飯食わないかと手招きされて食べてみることに。チキンカレーをいただきます。安くてうまい、まさに学生の味方って感じの飯。肉は一つだけどボリュームもあり、値段を考えたら十分すぎる。副菜も種類が多くて食べ応えあるね。よく見たら向かいのおっちゃん裸足やん。足怪我しないのかな。ごちそうさまでした。チャイも大学の敷地内にあるやつ。うまい。せっかくなのでダッカ大学のメインキャンバスにも行ってみよう。これがそうかな。 Google マップでダッカ大学のピンがあるのできっとそうでしょう。1921年に創立されたバングラデシュで最も古い大学です。この辺はさすがに若い人が多いね。私は通学の必要が全くない通信制の大学を卒業したので、大学のキャンバスというだけで新鮮な気持ちになります。大学の周りの塀はキャンバス代わりになってますね。ベンガル語は分かりませんがメッセージ性を感じます。何かに似てるな。ちょっと歩き疲れたのでその辺のカフェに入って作業。客が全然いなくて落ち着いた空間ではあるが、経営大丈夫なのか不安になる。カフェラテは美味。久しぶりのコーヒーだ。さてそろそろフェリーポートに向かうか。ダッカのオートリキシャ、完全防備ですごい。ひったくり対策かな。軍人かな。ショットガン担いで歩いてますね。それが必要になる可能性があるってことなんだろうか。なんか臭いなと思ったら大量の鳥。売ってるんだろうけど、これだけ密集していると少し気をされるね。相変わらず話しかけられる東アジア人。そんなに珍しいか。ホテルの下にある飯屋からめちゃくちゃ良い匂いがしてきた。ここで軽く食べてから出発しよう。マトンとチキンにロティを注文。サラダもついてきました。いただきます。うまい。マトンもチキンもジューシー。お肉は程よくスパイシー。シシカバブみたいな味付け。中央アジアで食べた味に近いかも。ビールが欲しくなるやつだけど、これもロティに合うね。ごちそうさまでした。さて宿から荷物を回収して港に向かいます。途中に美味しそうな屋台があるので買ってみました。一つ20高。菓子パンみたいなやつかな。やや甘く中に卵が入ってる。デザートみたいな感じで食べられます。フェリーターミナルに到着したらスタッフを名乗る人が案内してくれることに。ついていきましょう。このフェリーがボリシャル行きらしい。値段を確認すると個室船高。事前情報通りなので問題なし。チケットを購入して部屋に向かいます。個室はシングルベッド2つ分と小さいけど、どうせ寝るだけだし十分。設備はテレビ扇風機コンセントとその辺の安宿と変わらない感じやね。案内してくれたスタッフが案の定チップをせびってきた。100 টাকা give me, I'm happy.
案の定チップせびってきた。まあ実際楽だったからいいけどね。100高くれって言ってきたけどないから80で我慢しろ。まだ出発まで時間あるので一度桟橋に戻ります。露天商もたくさん並んでますね。名称不明だけどカレー味のポン菓子を買ってみた。ポン菓子20高24円。サクサクっとした食感にジャガとチャナも少し入っててスパイシーでうまい。おやつにぴったりやね。隣のフェリーが先に出港の時間。こうして見るとやっぱでかいな。ちなみにただクルナに行くだけならバスの方が早いです。多分4、5時間ぐらいで着くし、値段も400高ぐらい。でも船旅してみたいじゃないですか。ロマンってことでね。9時半くらいに出港。ゆっくりと川岸を離れていきます。船内を散策してみよう。1階部分は雑魚寝エリア。確か600高だったかな。面白そうだけど、ついたても何もない大部屋で寝るのはセキュリティ的に怖い。ロッカーがあったりとか複数人で来たとかならいいんだけどね。このエリアにはところどころに大きなテレビがついてるのと売店とティースタンドもあります。奥に行くと、これはエンジンかな。冷却のためかむき出しでかなりうるさい。さらに船尾の方に向かうとレストランもあります。一番後ろはトイレ。当然スクワットトイレ。足腰を鍛えましょう。雑魚寝エリアは2階にもあり、さらに進むとお祈り室も用意されてます。さすがムスリムの国。雑魚寝エリアには救命用の浮き輪もありますが、数足りるのかな。個室エリアは部屋が並んでるだけなので特筆すべき点はないですね。静かで過ごしやすいエリアです。と、ここにはビジネスクラスと書かれたドアがあります。私が利用する安い部屋だけでなく VIP ルームというのもあるらしい。どんな部屋なのか気になりますが、貧乏人はおとなしくその辺を歩くだけにしておきましょう。お、3階にも売店があるようです。さらに上に行く階段があったので登ってみたところ甲板に出られるようですが、明かりもなく何らかの設備が置いてあるのみであまり客が立ち入ることを想定してなそう。なんでドア開いてるんや。ダッカから離れると辺りは真っ暗。川風が涼しいし、船の音も思ったより静かで落ち着いた雰囲気。夜の川を船で進む機会なんてめったにないのでとても新鮮な気分やね。で、こんなところで調理してるの？キッチン他にあると思うんだけど。部屋に戻ってきました。波のない川を移動するので揺れはほぼなく LTE の電波も届くので作業も快適。ただエンジンか何かの細かい振動を感じますね。そろそろ寝ましょう。おやすみ。おはようございます。現在午前6時。起きたらすでに港に着いてました。特に起こしに来るようなことはなかったですが、汽笛が結構うるさいのでそれが合図代わりなのかな。いやあ、良い船旅でした。欲を言えばもうちょっと乗っていたかったですね。バスターミナルまでは歩けなくはない距離。乗り合いオートリキシャを探しつつ歩きましょう。バスターミナルまで一本道となったところで乗り合いオートリキシャを発見したので乗りました。バスターミナル到着。早速客引きが寄ってきたので目的地伝えてバスまで案内してもらいます。乗り込んでしばらく走ったらダッカダッカと呼び込みしてる声が聞こえるのでまさかと思ったらダッカ行きバスだった。オーマイガー。乗るとき来るな来るなってめっちゃ言ってたんだけどな。客引き適当すぎるやろ。とはいえ今から引き返すのも面倒なのでこのバスでダッカとクルナの分岐まで行き乗り換えるという形になった。次から Google 翻訳のカメラ機能でちゃんとチケット確認するか。隣の人からお菓子もらった。感謝。分岐となる街で下車。今度こそクルナ行きのチケットを買います。ついでに軽食。デニッシュみたいなやつとチャイ。パサパサしていてあんまり美味しくはないけどチャイにつけたら食べられるものになった。バス乗車。一
き先もちゃんと確認したし、今度こそ目的地へ到着するはず。相変わらずエアコンのないバスですが、まあええやろ。遠回りになりましたが、ようやくクルナに到着。バスターミナルなのに全然舗装されてないから足元泥だらけ。とりあえず昼飯を食べよう。バスターミナルの近くにレストランがたくさんあったので、そのうちの一つに入店。フィッシュカレーとライスを注文。いただきます。うめえ。白身魚のカレーやね。身が柔らかくてホクホクしてます。何の魚かは分かりませんが、この辺ならきっと淡水魚でしょう。日本ではフィッシュカレーは結構珍しい気がしますが、バングラデシュでは一般的らしい。ライムを絞るとまた違った風味になるのも良いね。ごちそうさまでした。さて、予約したホテルはこの近くにあるのでサクッとチェックイン。少し休憩してから街中を散策します。とりあえず近所の公園を越えて市場に行こうと思ったのですが、スラムかここ。トタン屋根の明らかに安そうな家が並んでます。こういうところは治安が不安ですが、まあ日中なら大丈夫でしょう。環境問題を啓蒙する看板。木もいいけどゴミのポイ捨てをやめさせた方が良いのでは。たどり着いた市場はショッピングモールみたいな雰囲気。店は開いてますが客は少なめ。時間が悪いのかな。正面に回ったら屋台が大量に並んでました。こちらで夕飯にします。まずはフスカ。インドではパニプリと呼ばれるやつ。たこ焼きみたいな丸い揚げ物の中にじゃがいもやひよこ豆などが入っており、これにスパイシーなポン酢みたいなスープをかけて食べます。辛みは控えめで酸味も効いており、結構あっさりしてますね。スープは自分で選んでかけるんだけど、バングラ料理に詳しくないからか似たようなものに感じます。でもどれもうまいね。次はこの屋台。ひよこ豆と卵を使った料理らしい。わからんけどうまい。他と比べるとスパイスは控えめでひよこ豆のうまみを味わえますね。会計しようとしたら一緒に食べてたおっちゃんが払ってくれた。マジかよ。感謝します。バングラデシュ良い国。炭水化物欲しいなということでハンバーガーも頼んでみた。パティではなくドネルケバブで使うような細切れの肉を挟んでいて、シャワルマのバーガー版みたいな感じやね。これはこれでうまい。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったので帰って寝ましょう。というわけでダッカからクルナまで来た記録でした。途中トラブルはありましたが、それもまた一興やね。それではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは一人旅の様子を公開しています。いいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。